いい加減に下ろしてください。自分で歩けます。ああ、こら。良い子はじっとしてろ。な。私は子供じゃありません。じゃあ、姫君。男子です。うるさいぞ。まったく、お前たちと堂々する羽目になるなんて。今日は役日だ。本当に。仕方ねえだろ。行き先は道を開いたおめえじゃねえとわからねえんだから。わかっている。地上に出るまでは案内してやるから、ともかく静かにしろ。だとよ、京一郎。迷子になるのはごめんだから、もう黙りな。しぐれさん、ずっと続いている赤い丸太、これは何ですか？見てわからないか？鳥居だ。鳥居？こんな地下道が帝都にあるなんて知りませんでした。昨夜見た地図にも載ってませんでしたし。ここは術を使って入り込んだ根の道だからな。そもそも人間が通るための道ではない。だったら何のための道なんです？死者だ。鳥居が地上と上下逆しまになっているのは俺たちが生きているからだ。死者がこの道を行くとき、鳥居は正しい位置にある。死者は根の国へ惹かれるために人間の歩く速度よりもはるかに速くこの道を通過する。魂魄のみであって実体はないから、俺たちを追い越していったとしても瞬間ふと気配を感じるだけだ。怖がる必要はない。はい。帝都にはこのような道が人知れず巡らされている。やがて道は真相へ続き、最後は根の片す国に至る。もっともその前にくぐらねばならぬ門がいくつかあるが。根の片す国とはつまり黄泉、あの世ですか？この道はいつどういう成り立ちでできたんでしょう？有史以前の遠い昔からだ。
その頃玉送りを司っていた我ら五本刀の始祖が開いたと聞く。それほどの一族なら祭りごとの数用にあってもおかしくないのに、なぜ矢に隠れて軍部と対立までしているんですか？それはいろいろあってな。いろいろってどんなこといったー。痛い。何するんですか？そうやって何でもかんでも知りたがる性格どうにかしろ。知らぬが仏って言葉聞いたことあんだろうがよ。疑問に思うから聞いたまでです。だいたい俺があれほど関わるなっつったのに、わざわざこいつに会いに行って、おまけに軍部に思いっきり喧嘩売りやがって。仕方ないでしょ。あの後大学でもおかしな目にあったんです。見て見ぬふりしろって言うんですか？ああ、そうだよ。なんでですか？っていうか、そろそろ下ろしてくださいよ。うるさい。お前じゃどうにもできないこともあるんだ。思い上がるのもほどほどにしとけ。そのくらいにしてやれ。そいつの青臭い正義感、俺は嫌いじゃない。向かっていったところで力が及ぶかどうか、別の問題はあれども。ありがとうございます、しぐれさん。甘やかしゃいいってもんじゃねえぞ、こら。この跳ねっ返りが首突っ込んだ挙句、怪我でもしたらどうするよ。首を突っ込むのはそいつの自由だ。怪我をしようが捕まろうが、俺に関わりはない。おめえな、簡単に言ってくれるなよ。京一郎は、おめえみてえに術が使えるわけじゃねえんだぜ。だが、そいつには大層な技物があるじゃないか。俺の居所を探り当てるほど霊言新たかな刀がな。軍部の尾行というありがたくない土産付きだったのは。待ってください、しぐれさん。私は刀を使ってあなたを探し出したのではありませんよ。なんだと？じゃあなぜ俺が根津神社にいると分かった？叔父に聞いたんです。五本刀なる集団が近頃よく根津神社に現れるという噂があると。バカな。そもそも五本刀衆はごく一握りのものを除いて存在さえ世間に隠されている。噂になるはずもない。ですが実際に叔父はそう言いました。叔父も人づてに聞いたようですが。ありえん。噂そのものが軍部の仕掛けだったんじゃねえか？
掛け？京一郎と五本刀をまとめて捕まえるためのだよ。ありもしない噂をおじごに吹き込み、京一郎を根津神社におびき寄せたとすりゃ、辻褄は合う。そんな、おじが私をたばかるわけがありません。羽振りのいい鉄成金なんだろ？商売人が五本刀に恨みを抱くはずもねえから、おそらくはおじごもうまく使われただけだろうさ。俺の推量が当たっているとすれば、軍部は五本刀の動静を把握してるってことになる。別に京一郎が軍人を連れてきたわけじゃねえ。まさか追っ手や調略の類は細心の注意で排除してある。居所が漏れた。しかしおじは大丈夫でしょうか？甥いの私が軍部に対立したとなれば、何らかの咎めを受けてしまうのでは？噂なんて小技を使ったところから考えりゃ、軍人どももそこまで大ごとにする気はねえだろう。少なくとも今は。何にせよこれ以上の深入りは禁物だ。お前もな、五本刀。ユーマとかいう軍人と因縁があるらしいが、大概にしとけ。頭に血が上ってると見えるもんも見えなくなるぜ。なあ、若造。余計な世話だ。慣れ慣れしいぞ貴様。年下に遠慮なんざしねえんだよ俺は。美咲さんはおいくつなんですか？忘れた。おい、ふざけるな。そもそもお前なんであの場に居合わせたんだ？秘密。もういい。おとついといい今日といい、不思議な術を使いましたね。やはりその力で私の危機を察したんですか？うん。まあな。なんか大変そうだなって。すごいですね。私にもそんな力があればいいのに。そんなにいいもんじゃないさ。この力のせいで俺は人目をはばかる隠れ暮らしだ。それでも俺は追っ手の目をくらます手札やセチに長けてる。だがお前はそうじゃねえ。死者が見える力と守り刀があるだけの世間知らずだ。いいか、口を酸っぱくして言うぞ。もう軍部だの五本刀だのに関わるな。お坊ちゃんはおとなしく学問だけしてりゃいい。明らかな不義非道を見過ごせと？ずっと逃げ続けるんですか？私もあなたも。関わらないのが一番いいのさ。お前も俺も。
下ろしてください。こら、おとなしくしてないと落っことしちまうぞ。自分で歩けます。何をむくれてんだ。余計なことに関わるなって言っただけだろうが。あなたの事なかれ主義には賛同できません。少なくとも私は、そんな教育は受けてこなかった。とにかく、下ろしてくださいったら。これだからお子ちゃまは。お子様じゃないって言ってるだろう。お前ら、うるさい。京一郎、そいつはふざけた男だが主張には一理ある。俺のように術を生りとするわけでもない一市民のお前がなぜわざわざ面倒に関わろうとする。相手は資料だの軍部だの到底手に負えない魔物だ。目を伏せ耳を塞ぎやり過ごすのが上策というものなのに、なぜお前はそうまで堅くななんだ。相手が魔物だからこそです。なんだと。本来死者はこの世にとどまってはならないものです。魂の浄化を経て次の生へと輪廻するのが習いですが、中には現世に強く執着する魂もある。軍人たちはそういう哀れな死者を思想してしぐれさんや美咲さん、つまり臣民を狩ろうとしました。口では人中報告を語りながらです。天使様のご意向を利用してな。ええ、確かな非道ですが、今は盲目的に憎悪したくはないんです。かといって見て見ぬふりもできません。今日会った軍人たちは一様に「お前は真実を知らない」と言いました。ならば私は真実を知りたい。すべてを俯瞰で眺めれば、もしかしたら万やむを得ぬ理由を見出せるかもしれない。その上で考えたいんです。世のため、国のため、そして天使様のため、私がなすべきことは何かと。だからなぜお前が行動を起こす必要がある。私は幼い頃の大病を機に死者を見る目を得ました。その時はいきなり備わった能力が疎ましいだけで、資料に出くわすたび目を伏せ耳を塞いできたんです。見て見ぬふりならずっとしてきました。資料にすがられ恨み事を聞かされても逃げ続けてきたけど、もう逃げている時ではない。私が帝都に来たのは
勉学のためです。学んだことを世に役立てようと両親に送り出されましたが、己と向き合うことを避けていては何事もならない。きっと何か意味があるはずなんです。見る目を持つ私がこの刀を携え今帝都にいることに、それはきっと天命なんです。だからと、こうしたことを館林という将校にも訴えましたが、まるで聞く耳持たずでした。まあそうだろうな。お前ごときが何を説いたところで軍部は改心などしない。それどころか今後さらなる強硬策に出るだろう。だけど己に恥じることだけはしたくない。もうすぐだぞ。間もなく地上へつながる地点だ。いてさせたまえ、芦原の中津国へ。着いたぞ。ここはやっぱり神社ですね。ああ、比叡神社だ。というと麹町地区のですか。
そんなに長い距離を歩いてきましたっけ？根の道の距離や時間は地上のそれとは異なるからな。ま、近道みたいなもんさ。だから俺もお前を担いで歩いてられたってわけでな。ああ、すみません。ありがとうございました。いいっていいって。なあ、姫君。だから違うって。おっと、静かにしてな。根の道を結界で閉じるらしいぜ。ほら。カン。これでいい。もし軍人どもが根の道から追ってきていても、俺たちがここから出たことは悟られないだろう。さすが。貴様、また。まあまあ。で、あんたはこれからどうするんだ？今日は追っ手を巻いてもどうせまた見つかるぜ。そうたやすく駆られてたまるか。逆にこちらから戦いを仕掛けてやる。目的を果たすまではな。ご苦労さんなこって。お前こそ軍部に顔を覚えられたぞ。どうする気だ？俺は別に。とりあえず、おじに電話をしてみます。おじごに？なんでだ？私がしぐれさんを探しに根津神社へ行ったのは、おじから情報をもらったためです。もしも、それが軍部の仕掛けだったとするなら、おじに情報を流したのは誰なのかが気になります。ですから、電話して尋ねてみようかと。なるほど。腹黒そうな軍部が考えることだな。それも留意して動くとしよう。ではな。京一郎。おい、
京一郎。あ、何でしょう。たくほうけてんじゃねえよ。お前その得体の知れねえ札受け取っちまったけどな。やっぱりこの一件に頭突っ込む気なのか。はい。すみません。仕方ねえな。行くぞ。どこへ？おめえの家だ。おじごに電話をかけるんだろ。送って行ってやる。そんな、市電で帰りますから大丈夫です。いいから言う通りにしとけ。俺が術をかけて道中軍人に見つからないようにしてやるから。